早朝の釜山駅。来たで来たで。釜山イズグッド。俺もそう思う。ってことで韓国釜山新平駅。一応やっとこ。着いた着いた。釜山はあんまり土地勘ないけど、釜山駅から西にちょっと行った地域。さて今日行くところはこっち。このシリーズでは釜山初登場。実はこの撮影の日、釜山でも昼間はマイナスの日。寒さにも負けず釜山の街をコチュワサビが今日も行く。駅を出て目の前の横断歩道を待っていると、あ、ミルミョンって書いてる。ミルミョンって書いてる。2回言ってもうた。こういうの見るだけでもプサンっぽいやん。ミルミョンも食べたいねんけど、まずプサンで最初に食べるのはあれやろ。ビジョンサハ。この辺はサハグという地域か。確かに地図見るとちょっと行ったら港やら海があったりする。で歩いてたらまたミナレンモンを発見。最初店の名前かなと思ったけど、他の店にもシラックッパというメニューがある。サーベゴンじゃないのはわかる。まだまだ知らん料理がたくさんある。サーベゴンで食べさせてくれんやったら今すぐ入るけど、ただプサンでのクッパといえばまずはこいつや。この辺やと思うねんけどな。ちょっと待って。一瞬俺の鼻がこっちやって言うてた。ほんなら入っていくで。着いた。早くもう貸した아니 부산 엄청 춥다고요。今回のお店は영진テジクッパ本店。本当の味は真似することができない。期待が膨らむ。これだけ見ても老舗感が伝わる。外にメニューあるな思ったらウェイティングせんと入られへんかった。なので入店前に注文。 식사 어떤 거 드릴까요? 돼지국밥 하나랑요. 네. 네, 수육 소자 하나 주세요. 돼지국밥 하나랑 수육 소자. 네, 네. 소주는 안에서 시키면 돼요? 네. 네. おー完璧でぞ。ちょうんでい。釜山ソジュもあるやないの。クッパップから出る湯気のように吹き出す煙。そんな煙を見ながらやっと順番が来た。あれ入るんですよ。入店です。こちらのメニュー。一番上にはスユッペッパンがあるけど、そこからずっとクッパメニュー。テジクッパに豚と内臓が入ったソッコクッパ、豚とスンデが入ったスンデクッパ、内臓のネジャンクッパ、モドゥンクッパっていうのもあるやんか。あとはおつまみとしてスユ大小がある。忘れずあいつも注文しとこ。 대성 한 면 주세요. 대성. 예. まず一発目はデソンや。ほら来た。活気あふれる店内でぐる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 。今にも波の音が聞こえてくるぜ。ローリング。釜山についての1食目で1杯目。もう絶対これは格別やで。ライフジャケットを装着して1杯。凍る風、潮風混じるクッパの香。ありがとうございます。お、なんか書いてる。釜山カルメギ歌ったのか。そんな中用意していただいた基本のおかずはニラの和え物、麺、玉ねぎに青唐辛子にニンニク、そしてサムジャン、セウジョ、そして巻く用の野菜も出てきた。まだまだ水分補給。玉ねぎをサムジャンにつけパクリといくと、早いで早いでもう出てくる釜山名物テジクッパ。もちろん白いご飯も一緒。トゥッペキの中には白いスープの中にたんまり入ってる豚肉。思ってたよりも結構入ってんな。じゃあまずはそのままの白いスープ。湯気が立ち上るから夫婦、そしてごくり。あー濃い、いい感じ。結構味ついてるからこれでいけるな。そして麺をつかむ。テジクッパといえばこの麺よ。プサン港に帰ってきた。この辺はプサン港ちゃうよな。とりあえず麺を混ぜていく。あかん、もう我慢できひん。釜山出張の1食目、テジクッパ
一口。白いスープと豚肉が絡まった瞬間、俺の胃袋の中でラブロマンスが始まってるやないか。まずは感じる豚肉独特の臭みが全くないこと。薄めに切られたこのお肉はちょうどいい食感で柔らかい。ここからスープに変化を持たせる。ニラ同士10日。もうちょっと入れたね。これだけで白いスープがハート色や。俺の気持ちを色で表してくれてる。ニラと肉とスープを一緒に掴みたいけど欲望は見透かされてる。もう気持ちだけが前のめり。ほら、肉もプサンコに変える。プサンコちゃうし、トンだし。今度は麺をしっかりと掴み、大きくチュルル。やはりスープに絡まった麺はうまい。てか初めに乗ってたタデギ、玉ねぎ入ってる。これが不思議なんよ。全てを混ぜると埋もれるんではなく個性が出てくる。よし、じゃあこいつも混ぜたらなあかん。お肉を引き上げ、デソンのラベルにもある波に向かって冬サーフィン。スープに絡まった肉の食感を感じてると、もう一つのメニューがやってきた。こういうタイプのスユか。気になるとこいっぱいあんねんけど、まずはお肉から。豚ちゃんとアイコンタクトでパクリ。もちろん臭みは全くなし。大切よね、そういうの。次はセウジョンにつける。柔らかいお肉の中に入ってくる塩の香り、手が止まらん。唐辛子をサムジャンにたっぷりつけかじる。こうなってしまうと次から次へと味が追いかける。豚たちの宴に囲まれ、再び唐辛子。カモメが飛ぶ瞬間、カモメの足につかまりながら俺も宙を浮いている。手熟パッのスープを入れると、俺はプサンにいることを再確認してしまう。さっき言ってた気になるポイント、まず一つ目、このキムチよ。これボックンキムチじゃない？そいつをお肉と一緒にパクリ。入れてびっくりしてしまう、ちょっと甘めのボックンキムチ。あ、キムチがある。店入ってすごいスピードで出てくるから完全に忘れてた。クッパにはキムチやろ。ほら来た。白菜キムチと角的が入ってる。それを食べれる分だけ取っていく。これで準備は OK。 すかさず角的をパクリ。クッパにはこれがないとね。こんな大きな肉入ってんのには感謝やで。下から包み込みパクリ。お肉の味が消える前にスプーンは動く。キムチとともにクッパには欠かせないこのご飯、スプーンにのせる。恥じらいは浜に置いてきた。再び始まるネバーエンディングストーリー。右手が踊る。ご飯にはやはりキムチ。クッパ、ご飯、キムチ。やってることはソウルと変わらんけど、手熟パップはやはりプサン。再びのスユ。もう一つ気になるのがこれ。お豆腐がデカデカと乗ってるのよ。その上にはボックンキムチを乗せる。まだまだこれを乗せんと話にならん。お肉を1枚乗せる。そしておまけのもう1枚。その上にはセウジョをちょこんと乗せ、このお店のスユの本当の姿が見え始める。お肉だけでももちろんうまいけど、こうやって食べるとうまさが倍増。こうなってしまったら口は動かしながらも目線はこいつに動いてしまう。初心でデソン。初心ね、大切よね。そこまでたくさんデソン飲んだことないから。ただこのプサン滞在中は何回かお世話になるはず。グイッと一杯。これは完全なヘジャン。飲んでヘジャン、ヘジャンして飲む。行き先がわからなくなっている。もう一つ気になってたんがこれなんよ。スユにわさび？これほんまにわさびか？スユにわさびがついてるってあんまり見たことないからさ。わさび、完全なるわさび。うほほ。では豚肉を準備。その上にわさびをちょこっと、やはり巻く。そして一緒に出していただいたお醤油につける。よし、わさびは中に入ってる。パクリ。肉類とわさびはよく合う。だからこれもさっぱりと食べれる。やっぱりこれわさびやんな。わさび。死ぬほど忙しい店でこんなことやめとこう。これは好みにもよるけど、俺はご飯は半分ぐらいまではそのまま食べる。ご飯のもちもちさとスープに使ったこの豚肉を味わいたいからや。
釜山でも見せる角的2段重ね。そこまで使ったキムチではないのでさっぱりと食べれる。まあ俺の好みとしてはちょっとたっぷりめに使った酸味のあるキムチがクッパにもこういうスープにもよく合う気がする。もう一つやってないのがこれ。お野菜もせっかく出していただいたからその上に豆腐を切って乗せる。そしてその上にはお肉、さらに上にはセウジョン。忘れちゃいけないボックンキムチ。ここにはニンニクも登場。サムジャンにしっかりつけ、待ち合わせ場所に到着。もう見た目だけでうまそうやねんけど、巻きながらもう一人の友達を待つ。到着。よく言うたもんや、主人公は遅れてくると。そんなしょうもないコメントは波に書き消される。すぐさま一口でパクリ。やはりここのスユップは大勢友達がおった方がうまい。さあ行くで行くで、この瞬間ご飯を全部ドボン。今の時期は海の中の方があったかかったりするしな。やはりクッパのハイライト。ええ感じにご飯が入っていった。まだまだやりたいことを残しておいた。豚肉を数切れ入れる。メニューにもあるスユッペッパンはスープだけ出てくるからこうやって食べたりすんやろな。俺は全部味わってるけどね。釜山の寒さも君抱きしめ뚝배기 속 끝하니 그 마치心の温度ストック頼って올라가는雪のエベレストキムチはスープで幸せリクエスト野菜に수육 고기에 파스트 플로우 더 잊지 마이 얹어夢のツインタワーキムチはニンニク磨け打ち上げ花火巻いて먹으며響く갈매기의鳴き声波にタゴ들려오는 대선の旋律水面に비친 부산의 유괴모 한 모금 삼켜 입삼이 시사워 양파로 가꾸시 어토스레르 폭발에 대비해 슈고 준비 yeah.ロッテジャイアンツの応援歌になるんちゃうかと思いながらも寂しさあふれる最後のスユップを食べていく。釜山の手軸パップは店によって味の特徴あったりするからいろんな店でも食べてみたい。そんなこと思ってる間にも釜山での1食目そろそろ終わりに近づく。最高やった。手軸パップ俺好きやから完食。さてそろそろこいつも最後の一杯くらいになってきた。ソウルにいるとあんまり飲む機会がないデソンだから最後の一滴まで。っていうかこの店ほんまに忙しい。ずっと人いっぱいやねんけどパパッと食べてパパッと帰る。パパッと飲んで帰ります。最後の一杯。最後にお口直しにキムチを食べてるとあれどういうこと？私たちのお店では理由問わず24歳から酒類を販売しております。お店のルールか。いやー24歳以上でよかった。釜山の新平駅にあるウェイティング必至の手軸パップ屋さん。そういやここでも視聴者さんに会ってんけどありがたい。真っ白なスープの中に入ってる癖のない豚肉。いやー大満足やー。帰り際歩いてるとチャンゴタンうなぎスープか。実は私ここから車に乗って似たようなもの食べに行くんですわ。ここからヘウンデ越えて東の方へずっと向かいます。とりあえず今回の食物語はこれでおしまい。
잘 먹었습니다.